皆さんこんにちは。菅製作所工藤です。本日はこちら SAL1000B 粉体用の ALD 装置を使って実験をしていきたいと思います。こちらのですね、カッパ銅の75ミクロンから150ミクロンの粉体にですね、ALD 装置を使って AL2O3 の成膜を行っていきたいと思います。その様子を全部まとめた動画を作っていきたいと思いますので、皆さんご視聴よろしくお願いします。それでは資料の準備をしていきたいと思います。こちらのですね、金属の粉末というのは、体に、いいものではありませんので、体に入らないように、こちらのように保護メガネとマスクと、肌に直接触れないように手袋をして作業を始めていきたいと思います。では、その前にシャーレの説明をしていきたいと思います。現在、最新の仕様では、こちらのメッシュ付きのシャーレが付属品としてついてきます。こちらのメッシュがあって、中に粉体を入れて、回転しながら ALD 線膜をしていくんですけども、こちらのメッシュがあると、装置に入れて、攪拌したときに、見た目がちょっと見ることができないので、今回の実験では、一番最初に、設計を行った初代の一番上がオープンな状態のシャーレがありますので、こちらの、シャーレを使ってお見せしたいなというふうに思います。カッパ銅の粉末を開けて入れていきたいと思います。粉体を入れる量は 5cc ですね。小さじ1杯分の粉体がうちの ALD 装置の基本の容量になります。こちらの 5ml、5cc の小さじの、さじを使って計量していきます。はい、このように、大体すり切り1杯の、銅の粉末を入れました。で、こちらの重量を測っていきます。で、こちらで 36.49g の、銅粉末をすくい取りました。で、こちらの粉体をシャーレの上に入れていきます。はい、こういうようにセッティングができました。では、これをこちらの ALD 装置に入れていきたいと思います。はい、それではチャンバーにシャーレを乗せていきたいと思います。で、こちらで回転と振動を与えて、攪拌しながら成膜をしていくんですけども、そちらの様子をちょっとマニュアルモードでお見せしたいと思います。通常は行わないんですけども、真空の中で攪拌する様子っていうのはなかなか、ビューポットがあるんで見えるっちゃ見えるんですけど、待機中の方が見やすいと思うので、そちらをお見せします。今、回転を行いました。じゃあ、振動を始めてみます。でこちらのように、回転させながら角度をつけて、振動を与えてあげることによって、粉体がちょっと上がって、振動によってこう下がってくるという流動性を持つようになります。でこの状態で、TMA のガスと H2O のガスを交互に入れてあげることによって、L2O3 の膜ができるというところになります。はい、じゃあそれでは一回止めてマニュアルモードを脱出して、じゃあチャンバーを閉めて成膜をしていきたいと思います。はい、セッティングが終わりましたので、ハッチを閉めて、はい、レシピを設定していきます。まず加熱の設定ですね。こちらのようにサブストレート、基板ヒーターの温度が350度、ALD バルブのヒーターの温度が150度、プリカーサー1、こちら水のプリカーサーがついていますが、こちらを20度設定にしてあります。
TMA のプリカーサー2番の設定温度を30度にしてあります。で、スタビライズ時間を30分、30ミニッツに設定してあげています。こちらの4つのヒーターが、目標の温度に到達してから、30分待ちなさいよという設定になります。で、デポの設定に関しては、プリカーサー1の、回の時間が10ミリセック。で、10ミリセック空いた後に、15秒 N2 でパージをしてあります。で、その後にプリカーサー2番 TMA の、プリカーサーが10ミリセック空いて、で、その後に15秒、N2 パージをしてあります。このサイクルを100サイクル、行いますよという設定になっています。で、サブストレートのローテーションはオン。で、バイブレーションもオンというふうな形で、粉体成膜の設定がされています。で、この状態でデポボタンを押すと、成膜が始まります。それでは押していきます。スタート。で、デポボタンを押しますと、すぐに、真空引きが開始されます。で、モニターモードに、切り替えて、圧力の変動を見ていきます。で、30パスカル以下になると、N2 ガスが流れます。グラフの上限を200パスカルにしてあげて、見えるようにしていきます。で、この状態で、このニードルバルブを使って、N2 の流量を、今回 N2 の流量を 50SCCM にでやっていきますので、50SCCM になるように手動で調整してあげます。で、ヒーターの4つのヒーターがあるって話したんですけども、こちらのヒーターの温度が、SV1、目標温度に、到達したら、スタビライズの時間がカウントアップされまして、30分に到達したら、成膜が開始されます。なので、それまで、しばらくお待ちください。はい、加熱が、終了しまして、スタビライズ30分終わった後に、成膜プロセスが始まりました。こちらのが、真空度のグラフになっているんですけども、今 TMA のパルスが立ちました。で、TMA の、LD バルブが 10ミリセック開いて閉まって15秒の N2 パージ時間を経て、で次に H2O のパルスが一瞬経って、H2O のバルブが10ミリセック開いて、また15秒のパージが行われています。これが100サイクル行ったサンプルを今作ろうとしています。では、こちらのビューポートからですね、粉体が流れている様子が見えるんで、こちらをお見せします。こちらがビューポートから見える今の現状の、カッパーの粉末の状態になってます。踊っているのが、粉体が踊っているのがよく見えると思います。では、この状態で、100サイクル終わるのを待ちたいと思います。はい。SL1000B での成膜プロセスがすべてを完了しました。加熱しまして、TMA と H2O のガスをパシュ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 と、成膜プロセスを完了しました。あとに100サイクル終わった後にクーリングプロセス、基板のヒーターの冷却が終わったら、自動で N2 ベントを行いまして、ハッチが開けられるようになります。では、ハッチを開けていきます。こんな風になっています。で、今、サブスト、基板ヒーターの温度が97度まで下がってきてますんで、まだ暑いんですけども、外していきます。
ヒーターは熱いんですけども、外すと、外さないと逆にどんどん下がっていかないので、よいしょ。よいしょ。じゃあこれで閉めます。はい。それでは、出来上がった粉体の重量を測っていきたいと思います。薬包紙込みの0g 設定ができました。で、ここに入れていきます。はい、これぐらいの粉体が取れました。では、これを瓶の中に入れていきます。内蓋をして、はい。こちらで、サンプルの資料の完成というふうになります。皆さんご視聴ありがとうございました。本日の動画ではこちらの SL1000B、粉体用の ALD 装置を使って銅の粉末に AL2O3 の成膜をする動画をまとめてみました。次の動画ではこちらの、100サイクルを成膜したサンプルだったり他のサンプルも、用意しながら、浸水性の評価だったり耐酸性の評価を行う動画も企画してますので、そちらの方もお楽しみにしていてください。菅製作所の YouTube チャンネルではこちらのように研究開発に役立つ動画をまとめて発信していきます。高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。本日はご視聴ありがとうございました。